オス日進月歩塩田正宏です。今日は円覚寺に来てまして、横田館長と対談させていただきます。合気道を突き詰めていくと、公然の気というものが必要になってくると思いまして、その公然の気って、先日猫の妙術という本の解説でも言わせていただいたんですけども、その公然の気を調べていくと、横田館長のブログが最初に出てきたりしまして、今日はね、合気道家、武道家が必要な公然の気とは何なのかっていうのをお聞きしたいなと思っております。オス日進月歩塩田正宏です。今日は円覚寺に来てまして、横田館長と対談させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、まず、公然の気ということなんですけども、やっぱり武道を何のためにやっていくのかなって考えていくと、私この前猫の妙術とか、木慶とか読んでいくと、その合気道は、公然の気を発せられるように修行していくことがいいのかなとか感じてまして、ただ公然の気って実際に得た人はどんなのか、自分なりに推測させていただいたりはしてるんですけども、そうやって調べていくと横田館長のブログにたどり着きまして、武道の世界ではないこの禅の世界に生きていらして、また公然老子のお話とかも聞きまして、ぜひ公然の気について今日はお聞きしたいなと思いまして参りました。はい。はい。でそもそも塩田さんは公然の気という言葉をやっぱ合気道で出てくるんですか？どこで知ったんですか？合気道では出てこないです。来ないでしょうね。はい。はい。元は青木博之先生という。青木博之先生って私も知らなかったですけど、最近塩田先生の、塩田さんのね、動画ですごい人がいるんですね。すごい方です。その人が公然っていうことを説かれた。書いてないです。で、その本を読んでいって、本の中に猫の妙術っていう、猫の妙術が出てくる。本が出てきまして、その前にも、前田明さんと飲んでいたときに、猫の妙術って言葉を聞いて、なんだ猫の妙術だってずっと思ってたんですよ。猫の妙術。それが武道に何のつながりがあるのかって、もう題名を聞いただけではわからなかったんですけども、もうあらゆる方向から猫の妙術という言葉が出てくるので読んでみまして、そこで、公然の気という言葉を知りました。なるほどね。猫の妙術。それ、前田明さんなんかやっぱそういうの読んでらっしゃるんですか？読んでます。そうなんですか。やっぱり一流は違うんだね。じゃあ、その公然ですよね。で、私がよく公然の気を取り上げるのは、今北高専というですね、明治の時代、明治の初めに、日本が、廃仏毀釈と言いまして、仏教が、弾圧された時期があったんですね。そういう時に文化財なんか売り払ったりね、した時期もあったんですけども、そういう時にこの円覚寺に来られて、で、高専老師の功績はやっぱ何と言っても、一般の人に座禅ができるように、門戸を開いたっていうことがあるんですね。で、それで、後の鈴木大拙先生なんかも来てましたから、今、今日のように禅が世界に知られるようになっていったんですが、そんな偉大な禅僧ですが、もともと儒教の学者であって、大阪ですね。で、19歳でもう自分の私塾、学校も持っていて、で、孟子でですね、孟子という書物を読んでて、公然という言葉に出会って、大きな声で声を大にして、孟子は公然を説くが、自分は公然を行じるんだと、それで、お坊さんになって出家をしたっていうんですから、なんていうのかね、すごい熱意というのか、願心というのか、奥さんもいらっしゃったらしいですけどね、離縁して、25、6ぐらいで修行道場に入って、座禅修行されたんですよね。でも、その公然の気っていうのが、そう簡単にこれ、わかるものではありませんし、塩田さんの動画に猫の妙術のいい解説の動画がありますからね。やっぱり、あれに出てくる灰色の猫でしたかね。自分の観念で、頭の中の理解で、公然だとか、敵も味方も愛、和が大事だって、頭で考えてても、そこ止まりなんですね。そういう解釈とか、自分でこういうものだという枠組みを乗り越えるには、それで禅の場合は、やはり厳しい修行がそこで求められるんですね。で、それを、高専老師も最初、丸々2年間ぐらい何にもわからなかった。
我々の修行は今でも禅問答っていうのは朝に晩に行うわけですけれども、老子のところに禅問答に行くたびに、もう怒鳴られ、時にはもう棒で打たれて追い出されて、それまで学者として名を成していたのに、もうまるで、なんて言うんでしょうかね、もう、冷遇も冷遇、ひどい目にこう、仕打ちにあっていくんですね。でそんなこの過酷な状況を経ていって、心身ともに体力も気力ももう限界という時に何かカラッと開くんですね。それがもう体験の世界でしか言いようがないんですけれども、それを高専老師は、気とか心とかっていうの、自分のこの体の中にあったものが、そのままこの天地宇宙にいっぱいに広がって一つになった。こう表現してるんですね。多分これなんかはおそらく晩年の上島先生が言われたこととか、達人がみんな同じこと言ってんじゃないですか。はい。多分ね。はい。ですから、なんていうのかね。こう、辿った道は武道の道と、我々は座禅ですから、こう、手を組み足を組んでじーっと座って、老子からいただいた問題の答えを探そうと思って、精神を集中するだけなんですけれども、そういう過酷な試練に耐え抜いたときに、こう、なんていうかね、こういうのを窮すれば変ずってね、よく言うじゃない。本当に困って窮して、窮して困り抜いて、パッとこの気がつくっていうところなんでしょうね。それが、あとは、そうなると、いわゆる腹が据わるんでしょうね。それが、胆力という言葉もね、注目いただきましたけれども、高専老師なんかも、これは明治維新の時代ですから、今の山口県の大きなお寺に、住職をやっていて、で明治維新の第二次長州征伐ですかね、幕府軍が長州をこう攻めてきたと。そこももう戦火に巻き込まれるんですね。そういう時に、この遺言の漢詩を作って、ドーンと座ってたんですね。おそらくそこで死を覚悟したんだろうと思いますけども、そういうふうになるんでしょうね、おそらくね。それを公然の機を行じていったという、ご生涯は全くその通りなんだろうと思いますね。ですから、この60になって円覚寺に招かれてきて、随分この荒廃、荒れていたらしいんですけれども、そういう逆境をものともしないような力も出てくるんでしょうね。で、またそういう前奏に触れて、有名な山岡鉄舟なんかもやっぱり高専老師に、のところによく禅を教わりに来てるんですよね。山岡鉄舟はいろんな前奏に習ってますけれども、大きな影響を与えた前奏の一人でしょうね。山岡鉄舟がまたこれ、もう剣の世界のみならず、もう武道の世界ではやっぱりちょっと別格になってるんじゃないですかね。そうして明治からこちら、この人間としての修行というのかな、修養としての禅というのが、こう、盛んになっていった、ですよね。でもなかなかね、これが、公然は、多分、上島先生がもう割と天地と一つだって、どうなんですかみんなやっぱりそう体得するもんですか難しいでしょ難しいと思います。合気道の世界じゃなくても、この人は公然の気を得られてたんだろうなとか、思う人とかは結構いるんですけども、やっぱ動じないですよね。自然が全て移り変わるように、その人の心も、それにもう何でも対応できるような、生きる死ぬとかの世界でも、なんかそんなことも関係ないっていうような境地になっていらっしゃる方は、そうですね、そういう境地を結構合気道は、練習してますけども、どうなんですかね。厳しい訓練をしてるところも今は減ってきていますので。でしょうね。それは我々禅の世界も同じでね。はい。そんな、罵詈雑言ね、棒で叩いたり、もう本当に、もう、やっぱり、自我というものを一度完全に否定し尽くすわけですから、はい。苛烈なまでに、
この自己否定をするのが禅の修行でしたね。今はね、そういうことはやるわけにもいけませんし、また、そういうものを求めて修行に来るって人はやっぱり少ないんですよね。やっぱお寺の跡取りの子なんかが多いですからね。ですから、本当に体得しようと思ったら、もうそれは自分で自分を追い込まなければならないわけですから、より一層今厳しいんじゃないかなっていう気がいたしますよね。まあ、何がいいかはわかりませんけどね。でも、どうですか、おじい様の晩年に接していて、やっぱり今思えば、公然の木だったと思いますか？合蔵先生。そうですね。私、その時見ていては分からなかったですけども、上柴森平が、その塩田剛蔵を見た時に、あなたはもうどこでも通用するって言ってた時は、もう公然の気を放たれていたんだなって感じますね。上柴森平先生も鉄砲とか避けれるっていう逸話があるんですけど、もう、でも、あなたのは避けれないっていう、そのすごい漁師の方がいまして、で、上柴先生は公然の気を読めるんですよ。その人はなんか、撃とうとかいう意思もなく、生と死を区別することなく、こう、撃てる人だから、上柴先生、この人の鉄砲は当たると。で、塩田剛蔵も、あなたのはもう当たる。だから公然の気をもう放ってるのを読めた方なんだなっていうのは感じます。僕からしたらもう優しいおじいちゃんでしかないので、あれで。それが、どうやって我々はそういうのに近づいていくか、体得をしていくかっていうのは、もう永遠の課題じゃないでしょうかしらね。そのために日々骨を折って修行。で、この間もね、塩田さんも、動画に上手にまとめてくれたんですが、最後に、やっぱり最初はやっぱり忠実に型をね、毎日きちっとやると。で、もう意識しなくても型ができるようにこうやると。でそうして、何でしたかね、道理を見るでしたっけ。ね。私はこの道理を見るなんていうようなところに、私は仏教も学んでますから、空とか無我とかというね、自分と他人と対しない一如の世界というのが入ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。そしてそれから最後はもうこだわりを捨てるっていう、もうよく見事にまとめられたと思いましたですよ。初めての要約体験だったんで、まだ全然至らないところが多く。いやいや、よく言語化するってのは難しいんですよね。でもよく言語化されて、こういうふうに説いてくださると、多くの人も分かりやすいなと思いましたね。ありがとうございます。恐縮です。私はね、猫の明実にね、もう一つ奥があるんだと私は思ってるんです。これ私だけの、あくまで私の見解、試験に過ぎませんですけどね。最後に古猫が出てきて、ぶやーっとこう近づいていって、加えて取っていったと。でも、もっと上の猫がいると。でそれは、もう昼寝しているだけだと。ネズミを取るところを見たことがないと。しかし、その村でネズミはいないというね。これをね、突き抜けたらね、もうネズミがいっぱい遊んでいる猫になるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね。ネズミが平気で、もう近くに寄って背中に乗ったりして遊んでいても平気でいると。じゃあ最初と一緒じゃないかって、全は悟ったら悟る前に帰れって言うんですよ。究極はね、そこじゃないかなと。これはあくまで何の禅の本で学んだわけでは私の想像ですけどね。有名な山岡鉄春の逸話に、若い頃はお家で座禅をすると、もう本当に、天井裏で騒いでいたネズミがピターッとこう止まったってですね。で、ところが最晩年に、お写経を始めると、もうネズミが寄ってきて膝の上に乗ったり、なんか一緒に戯れてたって話があるんですけどね。究極はそういうところに行くんじゃないかなというふうに、私なんか思ってるんですけどね。じゃあ何のためにやったのかというと何もならないという。禅の修行っていうのは悟りを目指すって言われますけども、悟りを目指すっていうのは半分ぐらいでやって、あとはいかに悟りを忘れて平々凡々に生きるかという、これが後の大部分の課題なんですよね。だからね、でもこれが難しくて、最初から平々凡々じゃやっぱり何にもならない。
はいね、最初から何もせずに、隠居さんみたいにやってても、何のこれ役にも立ちませんから、そういう一度修練、体験を経ていって、最後、まあ、ネズミとも戯れているような境外に、心境になっていくんじゃないかな、なんて思ってるんですけどね。そうですね。そちらの方が、確かに、いい世界のような。ああ、いや、弓の話でね、中島敦の名人伝という小説があるんですけれども、弓の名人の起承という人の話がこうあるんですね。弓を習って。最初は何でしたっけね。瞬きをしない訓練をさせられたかっていうかな。はい。で、その、旗織り機の下にこうやって、旗織り機の機械が来ても瞬きしない。だから次は、どんな小さなものも大きく見えるように。こんな小さな虫をこの目の前に吊らしてももう牛のように大きく見える修行。で、最後は、そうなるとどんな的を見ても大きく見えるもんですから、百発百中にこうなるんですね。で、そこまで達して、ふと思った。自分は天下の名人だと思ったけれども、しかし自分に弓を教えた師匠がいると。これを弓で、認めないと自分が天下一にはなれないと思って、二人で道を歩いていて、後ろからパッと弓行った。そしたら、なんだっけね、なんかのトゲでもって、もう師匠の方はパッとトゲの先で受けて矢が落ちたとね。そんな話がこうありましてね。でもその起承という人が、最後、この弓を極めて、山から降りてきた、ね。で、山から降りてきて、古道具屋に入ってきて、古道具屋に入ると、この壁に弓がかかってた。で、起承はそれを見て、主に、壁にかかっているものは何ですかって聞いたんですね。で、主はね、このじいさん弓も知らねえのかよと思ったけども、よく見ると、弓の名人であったとこ気がついて、名人がついに弓を忘れたって、まあ、こういう話が。後半部分は、小説家の中島敦の創作が入ってると思いますけども、最後はそういうふうになっていくんだろうとは思いますが、ね。課題は現代の我々がどうやってそこに近づくか。近づくというかな、なんていうのかな。課題ですね。そうですね。